まずは片手でクラブを持って、手のひらが正面に向く。この位置から、肘を体から離す。無駄な力に頼らず、コツで飛距離を伸ばす。そのために、インパクトの瞬間に手を体から離すという話をしています。今回はさらにこの話を深掘りして、なぜこの方法が誰でも簡単に飛距離が伸ばせるようになるのか、また違った視点から解説していきたいと思います。チャグル TV 始まるよ。それではまず基本的な考え方として、球を上から投げるとします。この時、ボールはあちらに投げますが、リリースの瞬間、肘は90度横方向。上に跳ね上げると、ためが一気にリリースされて遠くに投げることができます。これはソフトボールも一緒です。投げる瞬間、肘は横方向。リリースする方向とは違う方向に肘を使うと鋭く球を投げることができます。これはゴルフでも同じことが言えます。ためができてきてリリースする瞬間にヘッドはあちらですが、肘はあちら。この仕組みが理解できると、ギリギリまで大きなためができていても、急激にリリースすることができる。ヘッドを走らせたい方向と違う方向に関節を向けるだけで一気にヘッドが走る。先ほども話したように、球を投げるときも、ボールを打つときも、これはとても効率的な方法になります。それではなぜリリースの瞬間、肘はあちら方向なのか、同じ90度ならば自分方向でもいいような気がします。しかし、グリップを自分に引きつけると、一つ大きな問題が起こります。それは、ハンドファーストでインパクトすることができなくなるからです。それではこれを解説します。構えていただいて、このまま肩を開きます。すると、正面から見るとハンドファーストの形。しかし、上から見るとわかりますが、クラブがボールに届かなくなります。これを届かすためにどうするのか、手を体から離すしかありません。よく、グリップは体の近く、フィギュアスケートのスピンのように、小さな回転軸の方が速く回れる。これもよく聞く話だと思いますが、体さえ速く回れば、球が飛ぶというわけではありません。ボールの位置は体に対して決まっているので、ちゃんとヘッドがここに来なければいけません。ってなると、当たる瞬間に自分方向ではなく、前打席方向に肘を弾くことで、グリップが体から離れてくるので、逆にしっかり体を開いても、インパクトすることができるようになってきます。この動きがしっかりできるようになった上で、しっかりと体を開きながら、この使い方で左方向へ振り抜く。振り抜く瞬間は、しっかり右肘が体から離れる。左のグリップも体から離れる。このルールを知ってしまえば、ここから弾く感じ、正面に出す感じ、これを体を開きながら打っていただくと、力を使わずともヘッドが走るようになります。なのでグリップを体から離してくださいと言っています。このインパクトでグリップが体から離れなければいけない。これはもうチャゴル理論を提唱した25年前から変わらず話しています。しかしトッププロがインパクトでグリップは体の近く、引きつけて打て、手が浮いてはいけない。こういった言葉をそのまま真に受けて、ハンドファーストに手が体の遠く、そしてある程度サムダウンして当たっているプロがやりすぎを修正しているものを一般のアマチュアの方が信じて、当たる瞬間に引きつけながら、そして手が浮いてはいけない。これ、よほど球に近づいて構えていないと、引きつけながら、クラブを起こして使うと、まともに打つことはできません。これわざとダフっているわけじゃないです。そしてこの動きで飛ばそうと思えば、もちろん腕力がいります。もともと野球をやっていたり、重たいものを早く動かす筋力がある方は、どのように打ってもそこそこ飛ぶと思います。
しかしよく考えてみてください。細い女の子が、今や球が飛ぶ子は300ヤード打ってます。もちろん道具の進化、ボールの進化もありますが、体の使い方、そして物理的にどういう動きをすればいいのか、球を飛ばすコツが分かってきているからです。球筋を安定させるために、また、グリップの位置は低く引きつけるという話をしているかもしれませんが、これも何度も言ってますが、それを言ってる選手のグリップとおへその距離を見てみてください。インパクトで構えた時よりも近いとか構えた距離のまま当たっている選手はいないと思います。それなぜかというと、先ほども話した物理的に不可能だからです。まず右手でボールを持って、ダウンスイングでは右肘が自分の体についてくるイメージ。そして手のひらが真正面に向いてくる感じ。この向きで下ろしてきて、ここから肘を体から離しながら球を投げます。手のひらは前、肩を45度ぐらい開きます。ここから肘を離して軽く投げる。肘がポンと離れる感じ。体から離れていく右肘の感じを使って球を投げる。この時に腰や肩が45度開いた状態でリリースする。まずは右手でこのイメージ。これをそのままスイングに応用します。まずは片手でクラブを持って、肘、手のひらが正面に向く。この位置から肘を体から離す。この動きで軽く球を打っていきます。あまり強く打たないでください。片手打ちで強く打つのは怪我の原因になるかもしれません。そしてサイドスローのイメージを両手でここから離す感じ。まずは極端にこのぐらいのイメージでやっていただいて、グリップを引きつけてヘッドを走らせるのではなく、無知のようにポンと離しながらヘッドを走らせる。するとギリギリまでためができて、そして急激にリリースする。インパクトからフォローにかけて、右腕は右肩の前。多くの方がここで振っています。ここではありません。ここです。そして、そのままフィニッシュまで。プロのような美しいフォロー。そして、右肩の前にあるので、左肘も縮みません。引きつけると曲がります。見た目にも美しく、そして腕力を使わないでもしなやかさで飛距離が出せる。ハンドファーストに打つためにしっかりヘッドは走らなければいけない。今回のこのコツ、ちょっと意識して練習していただくと、また何か発見があると思います。常識的には聞いたことがない話に聞こえるかもしれませんが、無意識でもプロはやっています。ぜひこの方法を練習で試してみてください。そしてこういった方法をもっと詳しく知りたいという方は、愛知県でプライベートレッスン開催しています。概要欄の方に申し込みフォームがあるので、こちらにプライベートレッスン申し込んでいただければ、僕が直接指導します。さらにどうしてもレッスンに来れないという方は、オンラインサロン、こちらでお悩み相談コーナーがあるので、こちらに動画を上げていただき、そして僕が今何をするべきかアドバイスできるので、こういったサービスも利用していただきながら、ぜひ目標を達成するために何かいいヒントをつかんでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。さあラゴのチーム集まるよ明日をごべてませとけ何年代と気にしないならなんだ外が軽いぞそうさこの子は人生出すこまい何それラララ奇跡の一なはまだ来ないさあさあ最後の TV 始まるよ届けもした飛びした速乾ララ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 といざんだるで処置しないそうさ僕は人生出すこまんやつえラララ奇跡を生きたらまだ来ないサントリーに走らるなサクセスのしびれのせとは今深は
は人生だスコー夏とれだまだ先の道だまだこないタイミングがシャボレ TV 始まるよ